今回遊ぶのはコンバットパトロールじゃなくて750ポイントのオープンプレイ。ユニットごとにポイントが決まってて、オーロードのキャラクターがいて750ポイント以内になるなら、あとは自由に組み合わせていいのだ。あとの大きな変更点はアーミールールとデタッチメントルール。ズンダモンはコンパトにあった陣営アビリティっていうのを覚えてるかしら。各勢力の特徴を表すルールで、スペースマリーンなら指定した敵一体への攻撃にバフが入る節目の誓いを使えたのだ。そうそう、コンパトの陣営アビリティにあたるルールはオープンプレイだとアーミールールっていう名前になってるのよ。スペースマリーンはコンパトと変わらず節目の誓いが使えるのだ。しかもコンパトの時よりバフが強化されてるのだ。これは心強いのだ。さらにオープンプレイではこれに加えてデタッチメントルールを使えるようになってるのよ。デタッチメントルール。アーミールールはスペースマリーンやティラニットみたいにどの勢力のミニチュアを使ってるかを表現してるけど、デタッチメントルールは隠密部隊や高機動部隊みたいにその勢力の中のどんな部隊を使っているのかっていうのを表現してますのよ。デタッチメントルールは使える策略やキャラクターに付与できる強化にも影響して、隠密部隊のデタッチメントなら奇襲やか乱が得意になったり、高機動部隊のデタッチメントなら足回りを強化する能力があったりと、ミニチュアだけじゃなくて採用するデタッチメントもゲームに大きな影響を与えますのよ。ちなみに当チャンネルでは現在または過去に無料で公開されていたルールを使うから、実際のゲームルールとは齟齬があることをご承知おきください。勝利条件を決めるミッションはいろいろあるけど、今回はコアルールに載っている入門用のミッションを使いましょう。お互いに作戦目標を2つずつ置いて、第2ラウンド以降目標を確保していたら1つにつき 1VP ゲット。第5ラウンド終了時に VP の多い方が勝ちになりますわ。そして相手のユニットを全滅させてたら無条件で勝利できますわ。なんだかコンバットパトロールの時よりシンプルなのだ。まずは自分のアーミーの動かし方に慣れようっていう遊び方ですわね。ただし普通のゲームとは大きな違いがあって、このミッション重心攻撃持ちのユニットが1ターン目から増援配置できますわ。あれ、コンパトの時は2ラウンド目からだった気がするのだ。そう、本来2ラウンド目からしか出られないことで許されてるアビリティが、このミッションだけはなぜか1ラウンド目から使えちゃいますのよ。それはかなりヤバそうなのだ。今回遊ぶミッションの説明はこんなところかしら。次はズンちゃんが用意したロスターの紹介をしてもらいましょう。僕が使うのはスペースマリーン。皇帝の息子の遺伝子を受け継いだ人類帝国の守護者なのだ。オーロードはコンパトから続投のターミネーターキャプテン。コンパトの能力はそのまま新たなアビリティ戦闘天霊を持ってるのだ。これによりキャプテンや指揮下のユニットに策略を使うときはそのコストを軽減できるのだ。この能力を生かすためキャプテンにはターミネータースカットを指揮してもらうのだ。そして15ポイントを使ってキャプテンには強化烈士の誉れを付与したのだ。この強化を付与すると自身の白兵攻撃が強化されるのだ。コンパトの時は2つの強化のうちどちらかをつけるかだったけど、通常のバトルではポイントを使ってキャラクターに強化を付与できますのよ。貴重なポイントを強化に使うか、強化のポイントを惜しんでその分強いユニットを雇用するかもプレイヤーの腕の見せ所ですわ。お次は火炎放射器で武装した近距離射撃兵インフェルヌススカット。彼らもコンパトから続投なんだけど、追加されたアビリティ燃え立つ恐怖の効果で攻撃をヒットした相手に戦闘ショックテストを強要できるようになったのだ。あとベラッタで武器がめちゃくちゃ強化されてるのだ。ウォーハンマー 40K は定期的にバランス調整が行われていて、その内容は公式サイトのバランスデータスレートで確認できますわ。自分が使うルールやユニットにエラッタがかかってないか忘れないようにチェックしたいですわね。そしてここからが新ユニット。まずはスカウトスカットにユニットなのだ。スペースマリーンの新兵が担当する石膏部隊なんだけど、防御が通常より弱い代わりに移動系のアビリティを3つも持ってるのだ。スターンガードベテランスカットはスペースマリーン最高の精鋭第1中隊に所属している射撃ユニットで、節目の誓いの対象にした敵を攻撃するときさらなるバフを得られるのだ。ドレッドノートは再起不能の傷を負ったマリーンが乗り込む大型兵器で、
バリストストレッドノートはその中でも射撃戦に優れたタイプなのだ。以上が今回僕が使うロスターなのだ。対歩兵火力のスターンガードベテランに対大型火力のドレッドノート、そしてマリーンの弱点の足回りを補強するスカウトスカット、コンパトからバランスよくユニットを補強しましたのね。イタコのアーミーは初めて見るやつだけど、一体どんなアーミーなのだ？私の使うアーミーはネクロン。上位存在の陰謀で精神を金属の体に押し込まれた古代種族で、古き神々や上位存在との戦いの末、長き眠りにつき、そして眠りから覚めてかつての栄光を取り戻すべく銀河中で戦いを繰り広げる不死の戦士たちですわ。ゲーム的には近距離戦から遠距離戦までそつなくこなせて、再生能力によって粘り強く戦えるのが特徴ですわ。弱点は歩兵の足回りで、移動力の低いユニットが多いから進軍にはちょっと苦労しますわね。ウォーロードはオーバーロード、キャプテンの戦闘典礼のような策略のコストを軽減するアビリティと、自軍ターンにしか発動しない再生能力を相手ターンにも発動できる装備を持ってますわ。彼にはネクロンの一般的な歩兵ネクロンウォリアーを指揮してもらいますわ。なかなかの火力の近距離射撃武器を装備していて、再生能力の回復量がアップするアビリティを持ってますのよ。こんなのが目標に居座ってたら突破できる気がしないのだ。お次のキャラクターはロイヤルワーデン。オーバーロードはネクロン王朝の貴族階級ですけど、ロイヤルワーデンは貴族に仕える将軍のような立ち位置のキャラクターですわ。彼は指揮する部隊の射撃武器を強化したり、周りの味方を戦闘ショック状態から復帰したりできますのよ。彼にはネクロンウォリアーより強力な射撃武器で武装したイモータルを指揮してもらいますわ。そして20ポイントで強化、暗闇のベール、オフよ。この強化を装備したユニットはバトル中1回だけ戦場の好きな位置に移動できますわ。すごい能力なのだ。まあ当然いろいろと制約はあるけど、イモータルの足回りを強化できるのはありがたいですわ。お次はフレイドワン。古き神の呪いで狂気に陥ってしまって少女の皮を剥ぎ肉を貪ることに執着する恐るべき兵士たちですわ。対歩兵で威力を発揮する白兵武器を装備していて、ネクロンでは貴重な浸透戦術を持ってるのが特徴ですわ。残りの2ユニットはネクロンに奉仕する自動機械カノプテック構造体ですわ。カノプテックスカラベスウォームは火力も出なくて目標も確保できないけど、ある程度の攻撃に耐えてポイントが安くて足も速いから敵の進軍を妨害するのにぴったりなユニット。カノプテックドゥームストーカーは長射程武器を装備した大型ユニットで、対エリート歩兵と対大型に強く出られるからズンちゃんのマリーンにはよく刺さりそうですわ。こいつの攻撃を食らったらターミネーターでも大打撃を受けそうなのだ。最後にとんでもないやつが出てきたのだ。お互いのユニットを紹介し終わったから次はいよいよゲーム開始ですわ。配置フェーズ、ダイスロールは僕の負けなのだ。それなら私がミニチュアを後出しするわね。僕はアビリティ、浸透戦術の効果を使用してスカウトスカットを可変廃墟に配置するのだ。右下の目標を睨みつつ、イタコの配置が手厚いようならアビリティ、石膏を使用して廃墟の裏に下がれるのだ。ズンちゃんがもう一体のスカウトスカットを上辺廃墟に置いちゃうと、私がフレイド1を配置するスペースがなくなっちゃうんだけど、かといってフレイド1を上辺廃墟に置くとズンダモンのスカウトスカットに袋叩きにされてしまいますわ。悩ましいけどフレイド1には右上目標を踏んでもらいましょう。お留守番は誰かがやらなきゃいけないから、ここはフレイド1が適任になりそうですわ。そっか、バトルラインが目標を離れても確保を維持できるルールはコンパト限定だから、通常ゲームでは目標の確保役も考えてロスター構築をしないといけないのだ。となると敵が前進してくるまで仕事がなさそうだから、インフェルヌススカットは左辺廃墟内に配置して目標を確保させるのだ。それじゃあ私はネクロンウォリアー部隊を右下目標に配置よ。見た目の圧がすごいのだ。やっぱり我がネクロンダイナスティが戦列を組む様は最高ね。イタコのネクロンウォリアーは有効射程が 12MV の最大射程は 24MV。 うかつに前方に配置したら射撃の餌食になりそうだから、スターンガードベテランは上辺のコンテナ裏に隠しておくのだ。このまま左上目標を確保するか上辺を突破するかはイタコの動き次第で対応するのだ。
私の方はターミネーターの奇襲に備えたいから、イモータル部隊はパイプの裏にゴ詰めとして配置するわ。ターミネーターが仕掛けてこなかったとしても、右下目標を確保するなり、ワープしてズンダモンの陣形の手薄な位置を攻撃するなり、何かしらの仕事はできそうですわ。それじゃあもう1部隊のスカウトは上辺廃墟に配置。イタコが先行なら石膏で廃墟の裏に逃げて、僕が先行なら右上目標に圧力をかけられるのだ。それじゃあスカラベは上辺パイプの裏に配置。スカウトの右上進出を牽制させますわ。バリストストレッドノートはドゥームストーカーの車線に出したくないから、ここは左辺廃墟の裏に隠しておくのだ。私もドゥームストーカーは車線の通らない右辺廃墟裏に配置。これでお互い配置終了ね。次は先行後攻を決めるダイスロール。また僕の負けなのだ。それじゃあ先行を取らせてもらうわ。イタコのターンの前にスカウトスカットのアビリティ石膏を発動。この能力で僕はスカウト2ユニットを廃墟の裏に移動。せっかく先行を取れたのに車線に通らなくなってしまいましたわ。やっぱり厄介なユニットですわね。Round 1. 改めて私のターン。指揮フェーズにお互い 1CP 獲得して移動フェーズ。中央を前進して我がネクロン軍の異様を見せつけたいところだけど、インフェルヌススカットの射程に入るのはいただけませんわね。ここは全力移動で下辺廃墟の裏に隠れましょう。スカウト程度の火力なら撃たれても問題ないから、手薄な下辺の突破を狙いますわ。スカラベスウォームは上辺廃墟裏に全力移動。ターミネーターの重心スペースを潰して右上目標への強襲を防ぎますわ。フレード1は現時点で右上の重心スペースを塞いでいるから待機。そしてイモータルとドゥームストーカーは全力移動。自陣を守りつつネクロンウォリアーの5詰めにつけてターン終了ですわ。イタコのターン終了前に僕は下辺スカウトスカットのアビリティゲリラ戦術を発動。この能力により下辺スカウトスカットはゲームボードを離れて戦略的予備戦力に移動。ラウンド2以降に一定の制約を満たした好きな戦場の端に配置できるのだ。なるほど。戦力の厚い下辺の攻防を避けて戦力の手薄な上辺を突破する作戦ね。スカウトは火力は大したことないけど、移動に関する能力を3つも持ってるのがやっぱり偉いわね。改めて僕のターン指揮フェーズにお互い 1CP 獲得して節目の誓いはエモータルを指定するのだ。そして僕が選択したデタッチメントグラディウス特務部隊のデタッチメントルール戦闘ドクトリンが発動するのだ。射撃の撃滅ドクトリン白兵の強襲ドクトリン撤退戦の戦術ドクトリン。この3つから1つを選んで次の自分ターンまで選択したドクトリンのバフを得られるのだ。同じドクトリンは1ゲーム中1回までしか指定できないけど効果はその分強力なのだ。このターンのドクトリンは撃滅ドクトリンを選択するのだ。移動フェーズに移るのだ。バリストストレッドノートを上辺目標に移動するけどルームストーカーの警戒射撃はあるのだ。お互い射程が 48MV あるから射撃が届いちゃうのよね。ドゥームストーカーの射撃はドレッドノートにもよく効くけど、それ以上に歩兵のマリーン、特にターミネーターに効いてしまうから、ズンちゃんは頑強なドレッドノートをおとりに使いたいようね。かといって放置したら打ち合いで後手を引くからスルーはできないわ。ドゥームストーカーに策略、警戒射撃を発動。バリストゥスドレッドノートに射撃するわ。そしてドゥームストーカーのアビリティ、紹介構築物で警戒射撃の命中率がアップするわよ。攻撃回数は3回で2回成功。セービングに2回失敗。いきなり傷を半分も削られてしまったのだ。次の攻撃でドレッドノートが撃破される可能性ができたからこの後の動きがちょっと変わってしまうのだ。インフェルヌススカットは次のターンネクロンウォリアーの車線に入るから廃墟の裏に移動。目標を踏みながら車線から隠れるのだ。撃滅ドクトリンの効果でこのターンは全力移動しても射撃ができるからスタンダードベテランと上辺のスカウトスカットは全力移動。イタコのイモータル部隊を射程に捉えるのだ。そして増援ステップターミネーター部隊を戦場中央に配置するのだ。なるほど。ドレッドノートをおとりにしたのはターミネーターが警戒射撃で損耗するのを防いでイモータルへの攻撃の火力を上げるためだったのね。イモータルを喪失したらイタコは火力と機動力
そして右下目標の VP を失うのだ。ここが勝負どころなのだ。射撃フェーズ、まずはターミネーター、ドレッドノート、スターアードベテランでイモータル部隊に射撃、そしてキャプテンに策略、火の嵐を発動。通常時は遮蔽無効をつけるだけの策略だけど、撃滅ドクトリン中は攻撃に強力なバフをかけることができるのだ。そしてキャプテンのアビリティ、戦闘天霊の効果でコストを軽減してゼロにするのだ。攻撃回数は合わせて34回の21個成功なのだ。セーピングに9回失敗。躯体撃破されますわ。最後にスカウトでイモータル部隊に射撃なのだ。その前に私は策略、死せざる兵団プロトコルを発動しますわ。この策略を発動した部隊は傷 D3 分のユニットを復帰しますのよ。デメは4で D3 は D6 の半分切り上げだから2体回復。さらに対象のユニットに指揮官がいるならプラス1体の合わせて3体回復ですわ。スカウトの攻撃は合わせて10回の4個成功。セービング失敗は2個で2体撃破されましたが、2体残ってくれましたわ。まずいのだ。1体でも残ってくれたら機体再生プロトコルで復活できるから、この結果は十分ですわ。射撃が終わって突撃フェーズ。ターミネーターでスカラベスウォームに突撃したけど失敗なのだ。僕はこれでターン終了なのだ。Round 2. 私のターン、指揮フェーズにお互い 1CP 獲得して、イモータルの戦闘ショックテストは成功。そしてネクロンのアーミールール、機体再生プロトコル発動ですわ。損害を受けてる部隊がランダムの点数回復するのだけれど、イモータルが1体復帰、そして右上と右下目標を確保してるので 2VP を獲得しますわ。さて、こちらが得意な射撃戦をズンちゃんから仕掛けてくれたのですから、ありがたく乗らせていただきますわ。節目の誓いの対象になったイモータル部隊は命中率の低い警戒射撃でも打撃を受ける可能性があるから、ここは待機させますわ。そして待機したことでロイヤルワーデンのアビリティ、適応能力が有効になりますわ。これによりイモータルの攻撃にバフがかかりますわ。ドゥームストーカーも同様のアビリティを持ってるので待機。フレードワンもお留守番役だから待機して。そしてネクロンウォリアーの移動は策略、予期せぬ嵐プロトコルを発動しますわ。コストはオーバーロードのアビリティ、我が世なせで軽減して0に。ネクロンウォリアーを対象として射撃武器に全力移動後も攻撃できるアビリティ、アサルトを付与しますわ。そしてこの策略は指揮官のいるユニットを対象にした時、全力移動をリロールできるようになりますわ。ひょっとしていたこのデタッチメントは、私のデタッチメント目覚め使用帳は指揮官のキャラクターがいるユニットにバフを与えるデタッチメントですわ。指揮官のいるユニットに使った策略にボーナスが載ったり、デタッチメントルール、指揮プロトコルによって指揮官がいるユニットの攻撃にはバフが載りますのよ。ネクロンウォリアーの全力移動のデメは5、オーバーロードで右下目標を踏みつつインフェルヌススカットの有効射程を避けながら前進しますわ。隊列がバシッと決まらないのは不服ですが仕方ありません。警戒射撃はなしで、策略、警戒射撃を使っても大した損害を与えられないから、ここは防御策略とリロール命令のために CP を温存するのだ。スカラベスウォームは上辺奥の通路に移動。次のターンにズンちゃんの射撃部隊への突撃を狙いますわ。ターミネーター部隊の QMV9 に近づいてくれれば、策略、分隊戦術を発動してターミネーター部隊を移動させてネクロンウォリアー部隊の射程から逃がしたけど、ちゃんとバレてるのだ。移動が終わって射撃フェーズ、ネクロンウォリアー部隊、イモータル部隊、ドゥームストーカーでターミネーター部隊に一斉射撃ですわ。策略、軽蔑の鎧をネクロンウォリアー部隊の攻撃に発動。策略のコストはキャプテンのアビリティ、戦闘天霊で軽減してゼロにするのだ。それなら策略、征服王プロトコルを発動。ネクロンウォリアーの攻撃にバフをかけますわ。まずはドゥームストーカーの攻撃。攻撃回数7で成功は6個。策略、リロール命令でセービングを振り直したけど、セービング失敗は3個で3体撃破されたのだ。続いてイモータル部隊。攻撃回数は合わせて8回の
成功は8個。セービングに3回失敗してまた1体撃破されたのだ。最後にネクロンウォリアーの攻撃回数40回。やばすぎるのだ。だけど成功4個。セービングに1回失敗したけどギリギリで耐えたのだ。他の部隊のデメがくっそ上振れたからその分が収束しましたわ。このターンに落としきれなかったのは残念ですが、頭数を減らして開始のターンの火力を下げただけで十分としましょう。コンパト戦ではあんなに頼りになったターミネーターがこんなにもあっさり削られるとは思わなかったのだ。イモータルは復活するのにこっちは削られてばかりだから、このダメージトレードはかなりきついのだ。あとスカラベスウォームでスカウトに突撃。目標値は10だけどさすがに失敗ですわ。この後のイタコの作戦は自陣をドゥームストーカーとフレイドを編んで固めつつ、ネクロンウォリアーでラインを強引に上げて左下目標の確保を狙ってくると思うのだ。ただネクロンウォリアーの移動力だと目標を確保できるかはギリギリになるのだ。ドレッドノートとターミネーターが大打撃を受けてどうなるかと思ったけど、実はこの盤面僕が押されているように見えて結構拮抗しているような気がしてきたのだ。ということはこの場で叩かないといけないのはイタコの機動戦力であるイモータルと上辺を抑えてるスカラベスウォーム。ネクロンウォリアーとドゥームストーカーの相手は厳しいけど、それ以外の相手ならまだなんとかなる気がするのだ。僕のターン指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。節目の誓いはイモータル部隊を指定して、ドクトリンは戦術ドクトリンを指定、そして策略柔軟な戦略発動。インフェルヌススカットのドクトリンを撃滅ドクトリンに変更するのだ。戦術ドクトリンは退却後の攻撃が可能になるドクトリンで、インフェルヌススカットにかかった撃滅ドクトリンは前のターンも使った全力移動後の射撃が可能になるドクトリンですのよね。策略柔軟な戦略は適用中のドクトリンを別のものに変える策略だから、戦術ドクトリンの方は空打ちになっちゃうけど、インフェルヌススカットに撃滅ドクトリンを使いたかったから使わざるを得なかったのだ。次にターミネーター部隊の戦闘ショックテストなのだ。目標値は6で判定は成功。そして左上と左下目標確保で 2VP 獲得なのだ。移動フェーズに移るのだ。上辺のスカウトスカットが移動するけど警戒射撃はあるのだ。左下のインフェルヌススカットは全力移動の出目次第でネクロンウォリアーを撃てますのよね。警戒射撃は1ターンに1回まで。インフェルヌススカットをドゥームストーカーで撃つためにここは警戒射撃はやめておきますわ。ネクロンウォリアーに突撃されると困るからターミネーター部隊は交代。スタンダードベテランは射程の長いヘリウォルター持ちで目標を踏みつつ、残りは前進してイモータルを攻撃の射程に捉えるのだ。イタコが警戒射撃を温存してくるならドレッドノートとインフェルヌススカットは待機するのだ。そして増援ステップで戦略的予備戦力のスカウトを左上のコンテナの上に配置するのだ。上辺のスカラベスウォームはスカウト2ユニットの攻撃なら期待値で1体残るはず。お願い、なんとか耐えてくださいまし。移動が終わって射撃フェーズ。ドレッドノートスタンダードベテランターミネーター部隊はイモータル部隊を攻撃するのだ。そしてスカウトスカット2ユニットはスカラベスウォームに攻撃なのだ。まずはイモータル部隊への攻撃から。ターミネーターとスタンガードベテランの攻撃は合わせて回数19の成功17個なのだ。セーピングは8個失敗で全滅ですわ。策略英語の守護者プロトコルでロイヤルワーデンを復活させますけれども、ドレッドノートで全弾射撃なのだ。さすがに耐えられませんわね。今度こそ全滅ですわ。この後私が勝つためにはネクロンウォリアーで敵目標に向かって進軍しないといけないから、右下の確保はドゥームストーカーに任せざるを得なくなりましたわ。やるわね、ズンちゃん。お次はスカウトスカットの攻撃なのだ。攻撃回数は2ユニット合わせて21回の成功は12個。セーピングは10個失敗で2体撃破。だけど1点残って1体は生き残りましたわ。射撃が終わって突撃フェーズ。敵に近い方のスカウトスカットで突撃して成功なのだ。仕方ありませんわね。白兵フェーズにスカラベスウォームのアビリティ自爆装置を発動。これを使ったスカラベは撃破されてしまうけど D6 を振って2から5なら相手にダメージ、6なら大ダメージですわ。デメは1。これはどうなるのだ。ノーダメージでフィニッシュですわ。
核兵戦の対象がいなくなったから、僕はこれでターン終了なのだ。 Round 3. 私のターン。指揮フェーズにお互い 1CP 獲得して、確保してる目標は右上と右下で 2VP 獲得。移動フェーズに移りますわ。とりあえずドゥームストーカーは右下目標に移動しましょう。警戒射撃はあるかしら。当たったらリターンが大きいから、ここはバリストーストレッドノートで警戒射撃するのだ。攻撃回数は合わせて4回の2個成功なのだ。セーピングに1回失敗。ミサイルの方が当たってしまいましたわ。まあダメージ量は D6 だし、1発なら食らっても大丈夫でしょう。リロール命令は使わずに CP を攻撃用に取っておきますわ。ダメージは6点なのだ。やばいやばいやばい。一発で半分削られてしまいましたわ。やむを得ませんわね。フレード1は全力移動で最大限3回。スカウトの車線を切りつつ右上と右下の目標を確保しますわ。ネクロンウォリアーは全力移動。策略、予期せぬ嵐プロトコルで全力移動後も射撃できるようにしますわ。策略のコストは我が世なせで軽減。全力移動のデメは3。前進してスターンガードベテランを射程に入れますわ。間合いを取りながら動いてたネクロンウォリアーもとうとうなりふり構わず前進してきたのだ。本当は迂闊に前に出たくはないけど、ドゥームストーカーが持たない可能性ができた以上、ドゥームストーカーの射撃はドレッドノートに使わないといけないから、スターンガードベテランはネクロンウォリアーで処理せざるを得ませんわ。移動が終わって射撃フェーズ。ドゥームストーカーでドレッドノートを射撃ですわ。ここは策略、軽蔑の鎧でドレッドノートを守るのだ。攻撃回数は4で、成功は1個。セービングに全部成功。危なかったのだ。策略を使ってなかったら被弾してたのだ。やばいですわ。ネクロンウォリアーはターミネーターとスターンガードベテランに射撃。策略、征服王プロトコルを発動して攻撃にバフをかけますわ。まずはターミネーターから攻撃回数16で成功は10個。セービングに3回失敗して機下のターミネーターは全滅。キャプテンもダメージを受けたのだ。スターンガードベテランへの攻撃は回数合わせて22の成功は12個ですわ。セービングに9個失敗。4体撃破されて最後の1人もダメージを負っているのだ。射撃は終了。ネクロンウォリアーは全力移動してて突撃できないから、私はこれでターン終了ですわ。イタコのターン終了時、スカウトのアビリティゲリラ戦術でコンテナに乗ったスカウトを戦略的予備戦力に送るのだ。僕のターン、指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。節目の誓いはネクロンウォリアーをして、ドクトリンは全力移動後の突撃が可能になる強襲ドクトリンを使用するのだ。そして策略、柔軟な戦略発動。インフェルヌススカットのドクトリンを撃滅ドクトリンに変更。あとはキャプテンとスターンガードベテランの戦闘ショックテストなのだ。ダイスロールをして2人とも成功。最後に左上と左下目標を確保で 2VP を獲得なのだ。僕の勝ち筋は手薄になった右上目標を長編のスカウトが脱出すること。ただネクロンウォリアーの注意が向かうとこのプランは破綻してしまうから、このターンは全力で奴らを叩かないといけないのだ。移動フェーズ、スターンガードベテランは全力移動。警戒射撃はあるのだ。このターンもインフェルヌススカットの全力移動射撃をケアしたいから警戒射撃はやめておきますわ。全力移動の出目は1。もっと奥側に行ってネクロンウォリアーの突撃をケアしたかったけど、左下目標を踏むだけで精一杯になってしまったのだ。キャプテンは前進してネクロンウォリアーへの突撃を狙うのだ。安全策なら交代だけど、ここでネクロンウォリアーを削らないと後の展開が厳しそうなのだ。そしてインフェルヌススカットで全力移動。デメは3。ギリギリだけど廃墟の外まで前進してネクロンウォリアーに車線を通せたのだ。ここで策略、警戒射撃を発動。ドゥームストーカーでインフェルヌススカットに射撃ですわ。攻撃回数は7回の成功は2個。セービングに全部失敗して2体撃破されたのだ。よしよし、悪くない戦果ですわ。長編スカウトは全力移動。デメは6。やば。全速前進して前方のスカウト3体は目標確保範囲に到達。イタコの確保力はフレイド1、2体で2に対して僕の確保力はスカウト3体で3。
右上目標は僕が確保したのだ。まずいですわ。これでは開始のターンで右上から VP をもらえないから VP 計算が狂ってしまいますわ。移動の後の増援ステップ、僕は戦略的予備戦力のスカウトを長打陣で展開。左上と左下目標を確保するのだ。本当は右下に投下して目標を奪取しようと思ったけど、この形勢なら自陣を固めるだけで勝てそうなのだ。なめた配置をしてくれますわね。射撃フェーズ、まずはドレッドノートでルームストーカーを射撃。回数は4回の成功は2個なのだ。セーピングに1個失敗。もう CP がないからフォローのしようがありませんわ。ダメージ量はランダムで2点、最低値なのだ。傷が残り半分を切ったから戦闘ショックテストは必要ですが、落とされなかっただけ良かったですわ。100点とインフェルヌススカット。後車線の通ってるスカウト4体はネクロンウォリアーに射撃なのだ。回数は合わせて25回の成功は19個。セーピングに14個失敗で14体撃破されましたわ。さらにインフェルヌススカットのアビリティ燃え立つ恐怖発動。インフェルヌススカットの攻撃がヒットした相手は強制的に戦闘ショックテストが発生するのだ。戦闘ショックテストは成功。オーバーロードの目標値が優秀だから戦闘ショックテストはまだなんとかなりますわ。右上のスカウトは全力移動をしたから射撃ができなくて、お次は突撃フェーズなのだ。100点でネクロンウォリアーに突撃。目標値は6でデメは8、成功なのだ。白兵フェーズに策略、戦団に栄光あれを発動。100点の白兵戦にバフを付与するのだ。さらに今は撃滅ドクトリンの効果中だからバフがさらに強化されるのだ。そして100点の強化烈士の誉れは撃滅ドクトリン中さらにバフが強化。攻撃回数は8回で成功は6個なのだ。策略、戦団に栄光あれで攻撃の貫通が強化されたからネクロンウォリアーのセーピングは自動失敗ですわ。これでちょうどネクロンウォリアーが全滅。反撃の白兵でオーバーロードが3回攻撃の1個成功。セービングに失敗してダメージを受けたけどギリギリで耐えたのだ。開始のターンで取れる VP が1減ってしまったから、この後私はズンちゃんの目標をなんとか触らないといけないんだけど、もうズンちゃんの目標を攻撃できる部隊が私にはいないから、どうやらここまでのようね。私の負けですわ。やったのだ。お疲れ様。2人ともいいゲームだったね。それじゃあ今日の感想戦だけど、私の方はユニットの役割をいろいろと間違えてしまいましたわね。左上から右下にかけての車線が通るラインはルームストーカーのおかげで優位に射撃戦ができるから、ネクロンウォリアーはアビリティを生かして自陣防衛させて、互いの兵力が削れてきたタイミングでイモータル部隊をワープさせれば、もっとユニットの持ち味を生かした戦いができましたわ。あとスカラベがスカウトスカットに突撃される位置に移動したのは悪手でしたわね。突撃でスカウトを1回余分に移動させて、そのせいで右上目標を奪取されてしまいましたわ。僕の方はたまたまなんとかなってたけど、ユニットのダメージの期待値計算が全然できてなかったのだ。前線に置いたターミネーターは思ったより損害を受けたし、ドレッドノートでロイヤルワーデンを射撃したところは過剰火力だから、ラスキャノンはドゥームストーカーに撃った方が良さそうだったのだ。まあターミネーターはちゃんと攻撃を吸う仕事をしてましたし、ドレッドノートの攻撃がなかったらロイヤルワーデンを落とせてないから、結果オーライですわ。通常ゲームはコンパと戦と違って主力を建物で隠しきれないから、誰を撃つかだけじゃなくて誰を撃たせるかも大事になるし、使えるユニットの数も増えたから、主力同士のぶつかり合いだけじゃなくて局地戦や5詰めの戦力も考えて動かないといけないから、考えることは増えたけどとっても面白かったのだ。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルではウォーハンマーの対戦譜動画を毎週投稿していきますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。